皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。朝まで雨が降り続いていましたが、ようやく雨も止んだので外に出てきてみました。この日は雨が降っていたためか、ビニールハウスの中の温度は14度でした。そして今日はこのはさしっこちゃんたちを鉢上げしていこうと思います。とりあえず今回鉢上げ予定の多肉を先にピックアップしていきます。このレッドモランのポットを手に取ってみると、何やらちょっとおかしなことになっていました。作業台の上に乗せて様子を見てみると、どうやら大きなロゼットに育っている真ん中のレッドモランが2つのポットにまたがって根を張っているようです。ネックレス系の多肉を育てていると、たまにこんな風に隣のポットまで侵入してしまうことがありますが、このレッドモランには驚きました。そしてこのドルフィンもカットしておこうかな。ベランダで群生になっていたのも可愛かったんですが、葉ざしで育てた子はお一人様で育てようと思います。このメキシカンスノーボールも大きく育っていました。このままだと少し窮屈そうなので、メキシカンスノーボールも一緒に植え替えしようと思います。そしてこのデントラチェムも葉ざしでだいぶ大きく育っていますね。これも鉢上げしてさらに大きく育てたいと思います。そしてもう一つ、いつの間にかビニールポットいっぱいに育っていた魅惑の月です。魅惑の月の横で育っていた葉ざしはスイートプリンセスです。これも植え替えですね。先ほどピックアップした多肉の他にも気になる葉ざしっこちゃんがあったので、一緒に植え替えすることにしました。このスイートプリンセスもいつの間にか葉ざしがこんなに大きくなっていて、ちょっとびっくりしています。去年の暑い夏を無事に乗り切って、ここまで成長してくれていたことに感謝です。枯れ葉をきれいに取り終わり、根元からピンセットで引っこ抜こうと思ったんですが、しっかりと根が張っているので、ここはハサミでカットすることにしました。カットした根元を見てみると、根がついていました。これなら植え替えした後もすぐに水が吸えそうですね。ついでに数枚葉ざし用に葉を取っておきました。次はこのブラックネイルです。ブラックネイルは葉ざしで育てると多頭になりやすく、このブラックネイルも双子ちゃんで育っていましたが、寄せ植えにも使えるように増やしておきたいので、お一人様ずつに植え替えておくことにしました。ポトッと根が落ちてしまい、ちょっと焦りましたが、裏側を見ると根がついていたので一安心です。次はこのドルフィンです。ベランダのドルフィンが群生になっていて、とても可愛かったので、このドルフィンも増やしておきたくてカットと葉ざしで
増やしておくことにしました。ちなみにこれはベランダのドルフィンです。かわいいですよね。そしてこのメキシカンスノーボールもカットしてお一人様ずつに植え付けていきます。枯れ葉を取ると少し根がついていました。このメキシカンスノーボールは多分バラバラ事件になった残りの葉を葉ざししていたものだと思います。それでもなんとか葉ざしが成長して3株にまで増えてくれたのは嬉しい誤算です。今回の植え替えでまた一回り二回り大きく育ってくれるとさらに嬉しいです。この株は少し苗が浮いていたためピンセットで土を押さえ軽く引っ張るとすぐに抜けてくれました。次の多肉はこの魅惑の月です。これもポットが窮屈そうですね。本当は全部の株をばらしてから植え替えしてあげたいんですが場所問題があるためとりあえず2株ほど新しいポットに植え付けておきます。本当は多肉棚を作れば済むんですがなかなか思うようにはいかず今年の春には完成させたいと思っているんですけどね。この間まで作っていたリメカンも作業の途中なのでやることは山積みです。それでもできることを少しずつやっていこうと思っているんですけどね。残りの2枠の月も深めに植え直しました。そしてこのジュールは花芽の茎についていた葉をもいで葉ざししたものなんですが親株はダメにしてしまい残るはこの葉ざしっこちゃんたちだけなんです。植え替えするのをすっかり忘れていてなんとか去年の暑い夏を乗り切ってはくれましたが外葉を枯らして細々と成長していました。消えてなくなってしまう前にこうして気がつくことができてよかったです。このジュールは葉ざし率がとてもいいのでこうして落ちた葉からも根が出ていました。このレッドモランはどうしてこうなったのかはわかりませんが2つのポットをまたいで両方に根を張って成長していました。お水を求めて隣のポットまで根を伸ばしたという感じでしょうか。お一人様のポットに植えてしっかり水を吸ってもらいたいと思います。用意したビニールポットが余ったので蒸れてバラバラになっていたピンクプリティの葉を拾って葉ざししておくことにしました。ピンクプリティは葉ざしですぐ芽が出てきてくれるんですが夏にいつも蒸れてしまうのでなかなか増えてくれないんですよね。我が家の夏の環境はピンクプリティには少し過酷なようです。この葉ざしっこちゃんが無事に大きく成長できますように。
このピンクベリーも増やしておきたいなって思っていたので、ついでに持ってきてカットと葉ざしで増やしておくことにします。うまく増えてくれるといいんですが、葉に触っただけでポロポロと葉が落ちていきます。とりあえず先の方をカットして下葉を取って土に刺しておきます。ピンクベリーのカットもこれで完了です。最後にこのマーガレットレッピンをカットして今日の作業は終わりにしたいと思います。我が家にはいくつか夏に蒸れてしまいなかなか増えてくれない多肉がありますが、ピンクプリティ同様にこのマーガレットレッピンもその一つです。落ちた葉から芽が出てすぐに葉ざしで大きくなってくれるのはいいんですが、その後がなかなか育ってくれないんですよね。いつもこの大きさ止まりです。はい、ということで今日の動画は苗の植え替えや葉ざしで気になっていた多肉の増やす作業をしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。